Welcome to Breakfast with Tiffany Show. I'm your host, Tiffany Rossdale. I'm extremely grateful to each and every single one of you for tuning in today. For most of you know that I love finding the right people based from their own insights, whether it's about the health and wellness, the LGBTQIA+ individuals, or other influential people based from their own life experiences, struggles, and how they became successful in life. Today's guest is a very good friend of mine. He is an amazing Japanese dance performer, or Nihonbuyo. Welcome to the show, Shinosuke-san. Shinosuke-san, ohayou gozaimasu. おはようございます。しのすけです。 Thank you for making this time to be on the show today. こちらこそ楽しみにしてました。私もこちらこそ楽しみにしてました。はい。Every time I have my guests on the show, I always ask them what's their morning ritual. But I want to ask you, when you wake up in the morning, what motivates you to wake up and start the day? そうですね。毎朝起きるときは、今日この日っていうのを、迎えられて、まず良かったなっていうと喜びをまずかみしめることと、今日その一日が良い日でありますようにっていうのを、褒めて朝起きて、行動しています。すごい素晴らしいですね。So let's start off the show by I want to ask you about your childhood stories. What was it like growing up being Shinosuke-san? そうですね。小さい頃は今ほどそんなにそのアクティブではなかったというか、結構割とシャイな感じだったので、外でこうアウトゴーイングというよりかは家の中で結構過ごしてることが多かったかな。テレビゲームとかっていうのをやってることは結構小さい頃は、多かったので、多分今より結構おとなしいというか、人見知り人見知りするんですね。そうですね。小さい頃はそういうイメージが強かったかなと。兄弟いるんでしたっけ？そうですね。僕弟が一人いるんです。二人兄弟。一人。僕とあと弟ですね。二人いいですね。二人だけ。で、お母さんとお父さんは、お母さんはね、ご愛したことあったんですけど、すごい仲いいんですよね、お母さんとか。そうですね。なんか友達みたいな。父もそうなんですけども、両親両方ともすごい仲がいいので、なんだろう、友達感覚で普段一緒に付き合っている感じですね。なんかそのイベントでねコラボしたことがあった時に見に行ってくれたんですよね、お母さんが。すごい優しくてなんかすごいこう賑やかな方でしたね。すごく応援してくれてます。はい。素晴らしいお母さんだなと思います。もう子供の時からそれ応援してもらってますか？そうですね。僕は日本病自体は、5歳から一応始めているんですけど、そうですね。もうその時から今までずっとサポートしてくれているので非常に感謝はしていますね。はい。So I want to ask you, how did you start with Nihonbuyo? さっき5歳からって言ってましたじゃないですか。それどうやって始めたんですか？もと僕の祖母おばあちゃんが日本舞踊をずっとやっていて、今も現役でまだ踊る。いくつですか、おばあちゃんは？81歳かな。すごい。はい。全然まだ元気でまだアクティブに普通にダンスできるんですけど、でそれで僕がまだちっちゃい頃にこのおばあちゃんが開催する舞台でこう出るっていうのが最初のきっかけで、そこから始めたので、始めた年は結構かなり小さい頃から。それって何でしたっけ？自分おばあちゃんもそのなんていうのか、ジェネレーションとしてこうパスみたいな感じ？というよりかは僕のおばあちゃんもその
踊りのスクールっていうか学校に、通って習ってたの慣れてでた、うんそこでそのまま、自分で、教室始めてっていう感じなので、特にジェネレーションでこうじゃなではなくて、個人でっていう感じなんですけど、それでもう自分もその5歳の時からそうですね、やりたいと思って一緒にやってたっていうの。最初はあんまりこう意識がなかったから、多分その僕、孫にこう踊ってもらいたいっていうのが最初は多分あったと思うので、僕もだから最初は特に自分からというよりかは、無意識というかその舞台があるので、練習して、発表するっていうのを多分しばらく続けてた感じですね。何歳の時にステージで踊ってたんですか？多分その最初の年なので、多分5歳の時に多分舞台には立ってたので、もう5歳の時から、すごい。あんまりちょっと記憶にないですよね、5歳は。すごい、でも素晴らしい。それ5歳からねステージで。そうですね、ここまで続くと思ってなかったんですけど、なんでそれで好きになったんですか？そうだな、ずっとその続けてはいたんですけど、一回その中学校入った時に、あまりこう自分の中でこう、モチベーションがあんまり出なくて、しばらくちょっとやめてたというかストップした時期があったんですね。で、高校入った時に、僕と同じぐらいのジェネレーションの、踊りやってるグループがうちの学校には流派にクラスメートじゃなくて、そうですね、クラスとはまた別で、踊りのそのうちの流派の中で同じこの孫のジェネレーションで集まってるグループがあって、そこに連れて行ってもらったんですね、このおばあちゃんに。でそこがきっかけでまたその同じ若い人でいっぱい踊りをやってたから、それがまたその自分にこういいモチベーションになって、リスタートっていうか、するのがきっかけかな。そこからまた、踊りがこう面白くなって、結構かなりいい時間を使って熱中してたかなと思いますね。すごい、その練習する時って子供の時からはどれぐらい時間例えば練習は一日と毎日とか、それどういうペースで練習してた？そうですね、基本的には多分大体毎週なので週1回とか2回かな。で今1回のその稽古が大体1時間から、その時にもよるんですけど、長いとやっぱり2時間3時間とかあったりしますけど、大体それぐらいの長さですね。すごいですね。ハードな感じ、子供の時からそれで。でも私も子供の時にすごい大好きだったんですよ、踊りは。だから子供の時からはその踊ったりのが昔からずっと。だからマイハビー、趣味なんですよね、踊りは。だからすごい本当に今日会えるの楽しみにしてたから後で教えてくれると思う。And most of our viewers probably doesn't know about Nihon Buyo in general. Can you please explain us more about what is Nihon Buyo? そうですね、日本舞踊ってそのまま漢字で書いて日本舞踊とか日本の舞踊なんですけども、結構いろんな説っていうか言い伝えがあるので、必ずこれが正解ですっていうのはあんまりないんですけども、一つ言われてるものとしては、どんどん歴史をこう辿っていくと、最初のいわゆる日本の神道、宗教の神道のところから伝わっていくんですけども、最初のこのそこのお祈りから始まってって、それがだんだんこう踊りになってって、で徐々にそれがこうよりこう一般的なというか一般の人に広まっていって、でそれがこういろんなその土地のローカルのダンスと結びついたりとか、有名なのは能とか
狂言とかなんですけども、まあ、その辺りから今の僕たちがしている日本舞踊の、まあ、基本的なっていうか動きがそこから一応発生してるっていうのは言われているんですけど、まあ、そこからこういろいろまあ歴史を得てって、まあ、江戸に入って歌舞伎が出てきたりとかっていうのでいろんなこう要素をこう日本舞踊は含んでいるので日本舞踊といってもいろんなこう、切り口っていうかがあるんですよね。歌舞伎の中でも日本舞踊を踊られることもあるので結構いろいろなこう、見方というかがあるかなと思いますね。さっき言ってましたお祈りってそのスピリチュアルってことですよね。それから始まったってことですか日本舞踊って。もともとそうです。最初の日本のそうですねまあ、宗教的な話ですけども神道からいわゆる何かある時に、まあ、お祈り捧げて、まあ、その時に一緒にこう、まあ、舞うというかその当時の人は踊って、まあ、そこまあね神様とつながってっていうのが起源というか、まあ、そこがだんだんこういろんなものを吸収していって一つのこう文化というか伝統の芸能になったんじゃないかなっていうふうに言われてるんですけど、すごいですね。で例えばそのパフォーマンスする時はそれもやっぱ入れてるんですかなんかこうメディテーションみたいな感じ。そうですね踊る時の、まあ、曲というかあとまあ、テーマによってまあ振り付けとか動きっていうのは変わってくるのでやっぱり結構そうですねまあお祝いとかそういうなんかそういったところに関してはやっぱりそういった振り付けというかには入ったりすることがありますね。その振り付けとかって自分で作るんですよね。基本的には僕は流派に所属しているのでその先生方が振り付けをしていただいたものでまあ僕が曲を選んで踊るっていう形ですね。ただ自分で研究というか勉強としてやっぱり振り付けの勉強はしてますね。ちなみにその流派って言ってたじゃないですか。どこの流派？僕は小野流っていう流派に所属してまして、でそこで小新之助っていうまあ芸名ステージネームで活動させてもらってます。ありがとうございます。新之助さん、I wonder why what makes you love 日本舞踊。そうですね。まあいろんな言い方いっぱいあるんですけど。そうですね。まあ一言ではなかなかこう表現できないところはあるんですけど、まあそもそもこう踊るのがすごい好きっていうのはもちろんあるのと、そうだな。まあ体全体をねこう使ってまあ表現するので、そうですね。なんか一緒の表現者としてまああるまあ物事というかその情景とか、あるいは登場人物をまあ表現するっていうところが、まあ、個人的には一番すごいこうやっていて、まあ、楽しいなっていうところですかね。まあなりきるというか。Oh, I know that. I know how it feels because I also was a performer before, and I feel every time you perform in front of an audience, なんかその楽しい like your happy feelings ねwill come out, right? それがやっぱいいですよね。その気持ちが楽しいっていうのがやっぱそれが続けるのもあるんですよね。そうですね。毎回いろんなねこう題材というかテーマがあったりキャラクターがいたり、まあストーリーがあったりするので、まあそれが常にいろんなものにこうチャレンジできるっていうのがすごいやっぱりやりがいがあるかなと思いますね。今までどういったところでパフォーマンスやりましたか？そうですね。基本的には、まあ、日本舞踊は大体そういうパブリックな、まあ、公共の施設、ホールだったりとか、まあ、会館でやることがまあ多いんですけど、まあ、ただいろんなこうもうちょっとそうですねカジュアルな場というか、そこまで大きくないところとかだと、まあ、小さいイベントとかだと、まあ、それこそなんだろうなライブハウスとかももちろんやったことあるし、まあ
でティモニーのイベントでも呼んでいただきましたけど、いろいろな結構そうですね、なかなか経験できないラウンジとか、そういうところのとこでも踊ったりしていますね。素晴らしいですね。I wonder what's the most unforgettable performance you did in your life? 今まで。そうですね。結構いろんなね舞台経験してきたんですけども、やっぱり同じ舞台は毎回なくて、毎回違うというか、お客様も違うし、ね踊る曲ももちろん違うし、シチュエーションも全部違うんですけど、やっぱ毎回そうだな、やっぱお客様がやっぱり見てとても感動して感動したっていうのを感想としていろいろ聞くと、やっぱりすごいやっててよかったなと思うし、僕の踊りを通して、元気になったとか、そうですね、いろいろ感動をもらってよかったとかっていう声をいただくと、やっぱり続けてきてよかったなと思うし、これからも続けていくんですけども、もっとそれをお届けしたいなっていう気持ちになりますね。すごい。さっき言ってました、今言ってました感動っていうお客さんから今まで一番感動な言葉とか感動なストーリーとか何かありました？そうですね、いろいろなそうですね、感想とかコメントをいっぱいいただくんですけど、そうだな、昔あった舞台が1個あって、結構割と前僕は少し経つんですけど、その舞台の時に結構僕出番が遅かったんですよ。かなり最後というかフィナーレに近いところのいろんなパフォーマーがいてそうでほぼ最後の方だったんですけど、でそのお客様の中で結構僕の踊りを好きで言ってくれた方がいたんですけど、でなかなか僕が出てこなかったので出番がいつ踊るかわからなかったから、帰ろうとしたらしいんですよ。そうでそしたら、僕の出番がちょうどそこで来て、で会場から出ようと思ったんですけど、戻ってきて、見れてすごい良かったっていうのを一回お話しいただいた時にそこまで僕の踊りに対して、思いを抱いてくれてる方がいるんだなっていうのをそこで強く感じて、またそこでさらにそうだな、自分自身の舞踊家としてというかの意識を再度改めるきっかけになりましたね。すごいいい話ですね。